配信中。はい。こんにちは。バドミントンの40代シニア、土井です。こんばんは。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。今日もやってきました。週に一度のほろ酔いトーク。バドミントン40代シニア、語っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。ということで、お疲れ様。国野さん、早速国野さん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。本当、さすがの、こういうコメントを一個一個ですごいなんていうんですか、緊張が、案外緊張して始めてるんですけど、溶けていきますね。本当、ありがとうございます。いつもありがとうございます。では、始めていきたいと思います。今週の、振り返りになるんですけども、今週も、チャンネル登録者さん、11人、増えました。新たに11人の方に登録していただきました。ありがとうございます。はい、このチャンネルを通して、バドミントン頑張っていただけたらと思ってますし、自分も頑張る姿をお届けしていって、お互いがこのチャンネルを通して励みになるような、そんないい関係になればいいかなと思ってますんで、ぜひぜひ見ていってください。よろしくお願いいたします。はい、ということで今日も酒と一緒にトークしていきたいと思います。今日の酒なんですけども、こちらです。見えますかね？光で見えない。こちらです。はい。姉からもらったんですけど、奄美大島の黒糖焼酎、長期貯蔵、あけぼのの里ゴールドってやつになります。で、これが焼酎なんですけど、なんとアルコール度数が43度あるっていうやつなので、本当は6で飲みたいけど、ちょっと6で飲むには厳しいかなっていうところで、今日はソーダ割りっていうか、炭酸割りで飲んでいきたいと思います。で、炭酸割りは、国広先輩から教えていただいた割り方の、最初に炭酸を入れる。で、そして間に焼酎を挟んで、そして炭酸を入れるっていうやつですね。っていう感じです。ツナ缶さん、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。今週じゃなかった。一昨日の火曜日も本当、ありがとうございました。参加していただいて、ありがとうございました。ツナ缶さんの教えてる方、女性の方とも一緒にプレーできて嬉しかったし、プレーから伝わる、バドミントンの情熱っていうか、熱っていうのも伝わって、すごい嬉しかったです。楽しかったです。また、基礎練習部で一緒に練習していきましょうとお伝えください。お願いします。はい、ということで、今日の酒は、奄美大島の黒糖焼酎、あけぼのの、里のあけぼのの43度、炭酸割りです。そして、つまみはこんな感じで、見えるかな、こっちの方がいい。ローソンで買ったらっきょうです。らっきょうが好きなんで、これ食べていきながらトークしていきたいと思います。じゃあ、週の半ば、木曜日、これから週末に向けて大会もある方もあると思います。週末に向けて練習頑張る方もいると思います。これからも頑張っていきましょう。ということで、乾杯です。美味しいですね。これ炭酸で割ったからちょっと薄いんかなと思いきや、やっぱ飲んでみると結構グッとくるものがあって、でも黒糖焼酎の甘い感じがそんなにくどくなくって爽やかに抜ける感じで美味しいですね、これ。ありがとうございます。お姉さんというか、うちの姉ですね。みゆき姉ちゃん、ありがとうございます。はい。ということで、本日の流れ
こちらに書いている通りです。もう今日からこんな感じで作ってみました。作るっていうのなんですね。今日はこんな感じの流れです。はい、ここですね。お土産の当選発表と、そして全日本深夜までのスケジュールをこんな感じでやっていきますってやつでお伝えしていきます。で、3つ目、質問いただいたんで、この質問に対してのお答えしていて、でも多分この話はこのライブでこうみんなで共有していった方が面白いかなと思うので、お伝えしていきます。ひろともさん、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。コメント嬉しいです。すごい嬉しいです。結構緊張しながらやってるんで、そうやってちょいちょいコメント残してもらえるとすごい嬉しいので、よろしくお願いいたします、今日も。で、最後は今週の動画こんな感じのやつ、土曜日にお送りしますということをお伝えしていきたいと思います。はい。ということで、まずじゃあ1個目です。こちらです。お土産の当選発表になります。先週お伝えしたこの T シャツ、グアムの、大会に出た時のグアムの大会記念 T シャツです。これ買ってきました。1着、M サイズです。で、それを先週のライブ配信で、どうですかお土産です。よかったらご賞味してくださいっていう中で、何人かの方からいただきました。本当500人、560、今日で566人のチャンネルなんで、そんなに申し込み数は多くないです。だからこそ当たるチャンスがあるということでお伝えしました。で、そして、今回も何人かの方から、本当何人かの方ですからいただきました。その中で、今回の当選した方は、抽選で決めました。くじ引きみたいなやつ、トトスでよくやってるくじ引きみたいなやつで決めました。はい、こちらの方になります。ドゥルルルドン。T シャツプレゼント当選、お問い合わせ件名、T シャツプレゼント希望、お問い合わせ内容、動画楽しく拝見しております。T シャツプレゼント希望します。身長172センチなのでぴったりそうです。よろしくお願いいたします。お名前、これ下の名前だけです。お名前、剛さんです。はい、ということで、剛さん、おめでとうございます。剛さんには、後ほどメールで改めてプレゼント当選しましたということで、ご連絡差し上げますので、そこからちょっとやり取りさせていただいて、郵送でお送りしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。で、その他の方にも、落選した方も、メール、お問い合わせからのお問い合わせフォームからメールいただいてて、それに対しての返信もしっかりしていきたいと思います。ぜひ、つながっていきましょう。はい。国広さん、おめでとうございます。そうなんです、おめでとうございます。国広さんもせっかくやったら申し込みしていただけたらよかったと思う。多分サイズ的にはちょうどよかったと思うんですけどね。ぜひ次はお願いします。はい。ということで、お土産コーナーです。で、次のお土産なんですけど、おそらく次のお土産は、12月の年末に鹿児島県の与論島にバドミントンの普及活動に行ってきます。行く予定です。でそこで、与論島で、いただいたりとか、自分で買ったりとかしたやつを、おそらく年が明けた、2024年の1月のこのライブ配信の時に、お土産こうプレゼントですみたいな、お年玉企画ですみたいな感じでやれたらいいかなと思ってます。去年の12月に1年間お世話になりましたということで、ライブ配信使っていって、お土産いろいろプレゼント企画やってきました。愛の島のサザエとか、与論島の酒とかなんかいろいろやってったんですけど、多分年末は今回ちょっと行くところがあんまりないので、それは多分なくて、なんでその一番年末の最後の最後のクリスマスから年末大晦日にかけての中で行く与論島で、与論島に行った時にお土産買ったやつを、年明け、正月明けの時にお伝えしていこうかなっていうふうに思ってます。ひろともさん、つよしさんおめでとうございます。おめでとうございます。すみません。ひろともさん、すみません。めっちゃ無視でた。ごめんなさい。ひろともさん、つよしさんおめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。改めておめでとうございます。ありがとうございます。この動画のチャンネル、動画を見ていただいている方々って、ほぼほぼ4、50代の男子ばっかりなんですよ。
若い方も見てないし、女性も全く見てないチャンネルです。なんで、なんか、すごいこう、そういう、ありがとう、おめでとうございますとかってこう言い合ったりしてるのが、なんかいいなって思いますね。同じ年代の人たち同士でこう、そうやって言ってるのはすごいなんか、見てて面白いなと思います。はい。ということで、プレゼントの当選は一応こんな感じです。後からまたお伝えしていきたいと思います。はい。ということで、次いきます。で、一旦ちょっと飲ませてもらいますね。はい。ということで、次です。で、次が、こちらですね。見えますかね。こっちにした方がいいかな。全日本シニアまでのスケジュールってことで、今日ちょっとこの辺を語っていきたいかなっていうふうに思ってます。グアムの大会が終わって、今週1週間は大会明けて、遠征明けってことで、本ちゃんの練習に戻すためのこう準備期間みたいなこう感じで今やってるところです。なんかトレーナーさんとの話とかの中でよく言うんですけど、大会に対しての準備期があって、大会時期の大会期があって、そこをつなげる移行期みたいなのがあったりするんですね。で、その今移行期、今週1週間移行期っていう感じで、その通常の練習の流れに戻す準備期間みたいな感じで今やってます。で、来週の9月の下旬からが全日本シニアに向けての大会期を作っていく流れなんですね。9月の末から次はもう11月の末まで結構長いですけど、ここからが今年一番の最終章という、そんな流れなんですよ。で、今までは結構まだのんびりしてて、土日、日月が自分のこう定休日なんですけど、日月はあまりもほとんどバドミントンせずに、のんびり過ごして、バドミントン以外のこととかもやってたんですけど、今回からちょっと大会時期になってきたんで、日曜日はさすがに何かをバドミントン全日本シニアに向けてやっていこうという感じで、これから取り組んでいきます。ってことで、この2枚目を省っていきますと、こうなります。ちょっと10月から11月期の自分のこう日曜日のスケジュールはこんな感じでいきますっていうところで今これ書いてます。7月の福岡県社会人での惨敗、そして、去年の全日本シニアでの惨敗、惨敗2つ自分の中であるんですけど、惨敗2つを振り返った時の1つ反省点が、本番の試合、その大会、惨敗した大会のその前段階に何も入れてなくって、スケジュールをいきなりこうガチでやらなきゃしない、やらなきゃいけない試合入れちゃったがゆえに、ちょっとゲーム感が薄かったりとかってこと、準備期間がちょっと少なかったとかっていうのが、今回反省点で思ってたところなんですよ。全日本シニアでもう準備期間がなくて負けた。で、それを反省して踏まえて今年1年やってたらよかったんですけど、福岡県社会人でも振り返ってみると、これもコンディション作り良くなかったんだというところで、結局負けちゃいましたね。前になんか1個あった試合が、1個試合を大会かなんかそれに近いものを作ってた方が、やっぱりコンディションが良くなります。良くなります。で振り返っていくと、その大会で成績良かった時とかって、案外その1週間前とか、何日か前、2週間前とかに、何かしらのこう大会があったり、そういう本番に近いものがあったりしてたことを振り返っていくと、なるほど、あったなって思い出していって、で、それで今回、今年の全日本シニアだけは、11月26日が最終なんですけど、で、ここに向けて、前に必ず何かを入れようということで、こういうスケジューリングを作っていきました。ちなみに今年韓国で優勝したやつあったじゃないですか。韓国で優勝しました。で、韓国で優勝したやつも、あれも前段階何もなかったんですけど、
韓国で優勝した国際大会、1週間っていうめっちゃ長い大会で、その中で団体戦があって、ダブルスがあって、で、練習ちょこちょこやっててって1週間で、最後にシングルが来たんで、団体戦、男子ダブルス、ミックス、ここまでもう試合やってるけど、かなり試合感とかも経験とかも出て、なんか慣れもあるから、最後のシングルとかも全然もうなんかもうコンディション抜群の中で試合できたんですよね。だからまあ優勝にこういけた、持っていけたっていうのがあります。でそんなのを全くこう、なんかね、分かってなかったんですよね。で分かってなくて、福岡県社会人7月の16日は、対戦相手は土曜日のダブルスの試合から出てて、ダブルスのノリからシングルスに来てる。自分はそのダブルスも出てない中で、シングルス一発目からそういうこうノリノリのこう相手とやって、全くこううまくつかめなくて負けたっていう感じになりました。でそんな中で、この全日本シニア最後の行方では、ちょっと日曜日は一旦ちょっと返上して、なんかバドミントンのスケジュールを必ず入れていこうっていう感じで、10月からのスケジュールはこんな感じになります。ちなみに、今週の日曜日も車椅子の大会があるんで、実質もう9月の24の日曜日から、24の日曜日から、ここに向けてまでは何かしらのこうものが入ってるっていう流れを今作ってます。で、その中でちょっと紐解いていくと、とは言っても、もう最初の最初ら辺はまだちょっとスケジュールバドミントンと薄いです。10月1日、うちっていうか、うちってトトスですね、トトス北九州が開催している北九州市の離島の愛の島というところで、バドミントン教室をこう開催しますということで、ちょっとバドミントンのスケジュールをとりあえず入れていこうということで、10月1日、一番全日本シニアから遠いところに、そこまで実践的なもんじゃないよねっていうところを今入れ込みました。で、そして10月の8日、ここはバドミントンとは関係ないんですけど、あまり、これちょうど登山イベントがあったんで、この登山イベントに参加して、楽しく日曜日のスケジュールを埋めていこうっていう感じで、登山イベントに参加します。これ、母と参加するんですね。参加します。で、こうやって体を動かしながら少しずつ日曜日を、だらっとした休日、日曜日、体を動かさない日曜日じゃなくて、体を動かす日曜日に変えていきます。はい。で、ここで、次10月15日から、ここからが本ちゃんの本当練習の流れになってきます。本番に向けての流れになってきます。10月15日、午前中、地元の体育館も今抑えているので、ここでシングルスの練習会を企画しようって今ちょっと考えてます。準備してます。これです。今これもう見ていただいている方々の中で、シングルスの練習会あるんだなら、ちょっと参加したいなと思う方いたら、ぜひぜひ連絡してもらえたらと思ってます。10月15日午前中、場所は北九州市小倉北区内の体育館です。2面コートを押さえてます。3時間から最大4時間ぐらいまでは練習できます。でここでシングルスの練習試合みたいな感じなのを、しっかりとやっていって、本番に近いことをやっていこうという感じです。はい、でそして、ほぼほぼ1ヶ月前になる10月22日は、どっかに行く、または大会がどっかあれば、探してあれば大会に出場しようということになります。どっかに行くっていうのは、どこかの自分が主催するんじゃない、自分がどっかよそのところに修行に行くみたいな感じですね。その福岡県で行けば、福岡県内であればありがたい、県内であればありがたいけど、一般的なクラブか、実業団みたいなところか、学校みたいなところか、そこはちょっとこれから当たっていって、シングルスができそうなところがあれば、どっかに行こうと思ってます。で、これもそうなんですよ。これ聞いてる方の中でもし、うちいいよ、うちでよかったらシングルスしようよっていう方がもしいたら、これもご連絡いただけたらと思います。はい。で、次が10月29日ですね。だんだん近づいていきます。本番まで。で、ここでは大会が2つ実はもう予定されているので、大会に出場していく流れになります。大会が2つのうちの1つが、九州の実業団大会、九州実業団っていうのがあって、でここにどうもトトスチームメンバー当たっていったら、自分も今のところメンバー入りするのかなみたいな感じになっているので、その九州実業団に
一応出場する流れになるかなっていうところです。もし、九州実業団、メンバー土井さんいなくても若手でできるよっていうなれば、山口県の方で大会がちょうどあったので、山口県の方の小野田市かな、小野田市ってところでダブルスとシングルスの大会があったので、そこに出場していこうかなと思ってます。ダブルスのパートナーは、よく Facebook とかに載っけてる山口の岩国の友達です。同級生の同じようなこう雰囲気で頑張ってやってる友達がいるんで、その友達と一応ダブルス組めたらいいねってことで今言ってます。そしてシングルスも出ています。ここはこの10月25日の大会出場ですと。はい。ちょっと一旦ここで酒いっぱい飲ませていただきます。結構こうわーって喋っていくと喉が渇くっていうか口が渇くっていうかそんな感じなんでちょいちょいちょっとこうやって酒挟みながらのやり口調になっていきますね。ついでに言うとつまみ全く食べなかったんでらっきょう。これが意外にうまいんですよね。ローソンで買ったらっきょう。ちょうどこういうなんか酒と合うんですよね。うまい。ちょっと余談になるんですけど、ライブ配信始めていって1ヶ月経ちました。実際こう見ていただいてる、リアルで見ていただいてる方って、大体毎回10人前後ぐらいで、有名配信者の方からすると、すごいこう規模が小さいライブ配信にはなってるんですけど、それでも、なんかこう、生活にメリハリがあったりして、で、自分もこう、伝えたいことを頭の中で整理できたりもして、やってみてよかったなって思うことはいろいろあります。本当、よかったです。自分の番組っていうわけじゃないけど、毎週木曜日の夜22時、酒飲みながらのほろ酔いトーク、バドミントン談義、40代深夜のっていう、そんな感覚でですね、聞き流してもらえたりとか、後で見返してもらえたりとか、できたらいいのかなっていう、そういう、こう、時間枠にしたいかなって思ってます。だから自分もこう、普段のバドミントンとは違って、リラックスして、こうやって酒飲みながらですね、バドミントン、自分のバドミントンに対してこう語っていけたらいいかなって思っています。ですね。じゃあちょっと続けていきますね。10月期、ここで大会出場していたら、ここで一旦、ちょっと休憩を挟む。走り続けるのがやっぱきついんですよ。きついんです。これも44年生きてきて学んだことで、ずっと走り続けて頑張って生き続けるのがきついから、やっぱ要所要所で休憩はいるんですよ。休憩です。これずっと大会時期続くけど、大会時期の中で1回休憩挟みます。で、休憩挟んで、この11月5日は韓国です。いつも交流先で行ってるプサンのクラブに、刺激もあるので、そこそこの刺激もやっぱりまだあるので、刺激を感じつつ、プサンに行って美味しいものを食べたりとか、いつもとこう違う空気感を感じたりとか、なんか癒されたりとかしていくためのこう11月5日は韓国、少し息抜きデーです。バドミントンしつつも。で、そしてそこから最後の全日本シニアに向けてのラストの流れになってきて、ここと同じようにこうリンクされていく。11月12日にももう一回練習会を開催しますと。開催していって、シングルスのやりたい人をここで集めて、シングルスの練習会していって、で、1週間前に、大会の1週間前に、どこかのクラブにお邪魔するか、大会があったら大会に出場するか、なんかこうできるだけ実践的、緊張感を作る、自分に緊張感を作る
ものを作っていった1週間前で、そして本番に行こうかなという感じで今、計画を作ってます。で、先ほどもお伝えしたんですけど、これは告知ですね。ここ、10月15日と11月12日、午前中、日曜日の午前中、場所は北九州市小倉北区の体育館。詳細は直接聞いてください。ここでシングルスの練習会したいと思ってます。できるだけ年齢が近い方とか、全日本シニアに出る方とかが、本当は来ていただけると、すごいリアルで実践感があっていいけども、じゃなくても、ぜひ土井さんとシングルしてみたいですとかいう方がいらっしゃいましたら、コメント欄とか、SNS なりとか、参加希望の連絡していただけると嬉しいです。ぜひ、このスケジュールの中で一緒に全日本シニアまでのスケジュールを盛り上げていきましょう。お願いします。はい。ということで、今日2つ目の流れの全日本シニアまでのスケジューリングっていう話になりました。大会出る方、大会を目指す方とかもこんな感じでスケジューリングしてるっていうところを少し知っていただけたらいいかなって思ってます。また何か分かんないことがあって聞きたいことあればぜひ質問してください。お願いします。はい。じゃあちょっと話流れに戻ります。ここまで終わりました。で、次ここです。質問コーナー。ひろともさん、なんやかんやであっという間、そうなんですよね。なんやかんやであっという間なんですよ。今年1年、全日本シニア、去年負けて、今年スケジューリング1年経って頑張っていこうって思っていて、気がつけばもう10月が目の前で、残りもう2ヶ月、本当にもう残り2ヶ月です。2ヶ月ですよね。早いんですよ。で、世界シニア、先週世界シニアがあってたんですよね。日本の選手の皆さんおめでとうございます。活躍した方々がたくさんやったみたいですね。すごかったですね。自分は出れないですけど、出れなかったですけど。そうなんですね。世界シニアがあって、そして全日本シニア11月の後半。もう年代が上の方50から80の方とか11月の頭だから、もう実質1ヶ月ちょいぐらいですよね。早いです。だから組み合わせが出るのも今回早いんでしょうね。やっぱ11月の頭の人たちがいるから。そうなってくると、いよいよヒートアップしていく、ここからの10月、11月期になるのかなと思いますね。楽しみですね。去年も出た時に、楽しみっていうのが、こういう楽しみもあったよっていうのが、まだ去年とか登録者数、今ほどいない200人とか300人弱とか、そのぐらいの時でも、会場でやっぱ、YouTube してる人ですよねって、何人かの子で声かけられるんですよね。面白いもんね。いや、ありがたいです。で、今回、場所は福岡県開催で、自分の年代は福岡県北九州市、メイン会場の北九州市かなって思いきや、じゃなくて、ちょっと外れた、1時間ぐらい外れた春日市ってところになっちゃったんですけど、それでもほぼほぼ地元なんで、すごい、そういう地元でできる楽しみもあるし、だからこそ声かけられてると、すごい嬉しさもあったりするかなって感じになってきます。じゃあ続けてみましょう。質問コーナーということで、質問コーナーです。質問いただいたんですよ、先週。ちょっと今からお伝えしていきますね。どんな質問だったかって。はい、こんな感じです。お問い合わせフォームからいただきました。お世話になります。こう地域名が入っているやつを外して、で、バドミントンをしている〇〇と申します。〇〇も名前入ってるんですけど、これ言わないですね。同年代で活躍されているのを見つけ拝見させてもらっています。ご連絡させていただいたのは、練習との向き合い方、スケジューリングについてです。今まで市大会レベルでの参加、シニアで県大会出場を当面の目標に掲げて練習しているのですが、仕事が交代勤務で肉体労働のため、できて週1の練習しかできません。
そこで土井さんに質問なんですが、限られた時間内で意識しているトレーニングの優先度を教えてください。ちなみに現在は地元のクラブに参加させてもらって、2、3時間内で基礎練からのゲーム、主にシングルスを半々で行っています。今後のますますのご活躍楽しみにしています。失礼します。という質問をいただきました。ありがとうございます。で、この質問に対してのお答えなんですけども、結論から先に言うと、トレーニングの優先度を意識しているトレーニングの優先度を教えてください。の結論からいくと、それはもう1年間のスケジュールによりけりって感じになりますね。よりけりです。はい。トレーニング、もちろんいろいろなトレーニングしているんですけども、自分の1年間のスケジュールっていうのが大会あって、1月から11月までが、ほぼバドミントンのスケジュールで、12月はもう大会が終わった、全日本シニアが終わっているので、ここはあんまり練習しないスケジュールになってます。なので、1月から11月までの流れが自分の年間のバドミントンスケジュールです。で、その流れで、1月から4月ぐらいまでは、基礎を高めるっていう時期になってきて、最初の配信で少しお伝えしたんですけど、準備期、大会に対しての準備期があって、で、大会期があって、で、そこをつなげる移行期っていうのがあるんですよ。で、この1月から4月ぐらいまでの時期が、5月かな、5月ぐらいまでの時期が基礎準備期ですね、準備期。で、そこから徐々に大会期に持っていくための移行期があって、6月ぐらいです。で、7月からがずっと大会期が続いていくっていう、こういう大まかなスケジューリングです。こういうなんか周期っていうのが年間のスケジュールの中にあるんですよ。あるんですよっていうのが、その自分の中だけで決めた話なんて、なんかこうそういう専門的な勉強している方があるらしいです。あと、それも後でちょっとお伝えするけど、その周期がとりあえず、準備期、移行期、大会期っていうのがあって、その時によって意識しているトレーニングの優先度はやっぱ違います。全然違います。でちなみに今、大会時期は、じゃあトレーニングどんなことしてるのって言ったら、今実はやってないんですよ、トレーニング。やってないんです。やってないっていうのが、本当はこう維持、準備期の中で、いろいろこう筋トレをしていったり、トレーニングをしていったりして、高めていったやつを、大会時期では維持する程度にしとこうよって。むしろそれより実践練習頑張ろうぜっていう、そういう時期、大会時期なんですね。やってるので、トレーニングの優先度って言えば、そういう筋トレとか、なんかそういう出したりとか、チェーナーステップしたりっていうのは、もう結構優先度低くなってて、どちらかというと実践練習がメインです。で、プラス、自分が8月、7月期ぐらいに、足回りですね。足の本当、足裏じゃないけど、足首周りとか、ちょっとすごい疲労感が溜まってるのが伝わってきだして、だんだん、これあんま動けねえなっていうのをトレーナーさんに相談したら、この9月時期は、一旦トレーニングのメニュー全部外しましょう。なので、今月、ずっとルーティンでやってたトレーニングメニューとかも全部外して、本当打つ練習ばっかりの今、流れになってるんですよ。なってるので、優先具合からすると、今もう本当、打つ練習ばっかりが優先になってます。じゃあ逆に1月から5月までどんなことしてたかっていうと、本当にいろんな筋トレをしてみたりとか、チャイナステップ、ラダー、アジリティか、あとリアクションとか、いろんなトレーニングを週5ぐらいのペースでずっとやってました。やっぱりいろいろバランスよくですね、バランスよくやっていって高めていく時期です。そこでは。で、そこから5月の国際大会出たあたりから徐々に大会時期に移行していって、少しずつトレーニングをする量で時間の量が減っていって、その分、減った分だけトレーニングを、負荷を大きくしていって、準備期で鍛え上げた筋力はそのまま維持しつつ、実践の方を膨らましていって練習していこうっていう、今そういう時期になってます。これが今の流れ。だから質問していただいた、限られた時間の中で意識しているトレーニングの優先度っていうのであれば、スケジュール、年間のスケジュールをまず立てていって、立てた中で、
本番の大会から近いところでは、そうやって自分の筋力を高める時期とか、トレーニングになるのかな、基本技術を高める時期、反復して手投げノックをしてみるのを多くするとかですね。でそこから徐々に実践の方に近づけていって、基本トレーニングは減らしていくっていう感じで今自分やってます。それが今回構想するかどうかはちょっと最後の楽しみなんですけど、そういうなんか年間スケジュールを立てた上での優先度合いを変えてるっていう感じです。で、こういう考え方をもともとしたかったんですよ。もともとしたかったけど、なかなかするタイミングっていうか、なんか見つけられない中で、やっとこの1、2年ぐらいで、自分のバドミントンにしっかり向き合えるようになってきだしたので、じゃあ、後日年間のスケジュールをトレーナーさんもいるし、相談しながら作ってみようということで、こうやって今年からスケジュールしっかり1年の中でトレーニングの内容、練習の内容とかっていうのを組み立てていってやってる感じです。で、そういう考え方っていうのは、実は自分は20歳前後ぐらいの時からあって、なんか練習計画、計画立ててやりたいタイプなんですよね。で、練習計画がない中で練習してるのがすごい非効率だなっていうのは昔から思ってたんですよ。で、せっかくやるならなんか効率的にやっていって、で、同じ頑張るにしてもフォーカスしてできて、無駄な努力って言ったらなんかあまりおかしな話だけど、努力が無駄にならないように、同じ頑張るなら効率よく頑張っていけるような取り組み方がしたいなっていうのが、20歳前後ぐらいからあったんですよ。で、韓国にバドミントン留学してた時に、韓国のその大学のチームが、結構それに近いことをやっぱ自分が考えたことと、近いことって言ったらなんかめっちゃ上から見せるけど、向こうのがすごいから、なるほど、こんな感じでやるんだなっていうのを、練習の計画ってこんな感じだなっていうのをうっすら感じることができてよくて、でも日本に帰ってきたらなかなかそのチームに所属してるっていうタイプでもなかったから、なかなか練習の計画とかで作れなかったんですよ。でそして普段のバドミントンの仕事しながらバドミントンとか難しいじゃないですか。でそんなんもあるから、練習を計画立ててできるっていうことは、なんかだんだんうっすら忘れていって、こんなんで練習計画立てするのはなんかトップチームとか、なんかジュニアの強いチームとか、高校のなんか強いチームとか、そういうところばっかりなんかなとかって思って見てたんですよね。でもなんかそういう練習計画立てていけるプレイヤーになれたらいいかなっていうのはずっと思ってて、で、それをやっと最近になってできた感じです。で、そういう考え方に至ったのが、ちょっとこれ今日昔の本なんですけど、これですね。この本を20歳前後ぐらいの時に図書館で見かけて、これ今自分の手元にあるんですけど、この本、よくあるバドミントン本、当時のですよ、よくあるバドミントンのなんか技術本のとはちょっと違ってて、練習の計画の作り方とかを載っけてくれてた本やったんですよ、これ。そう、なんか珍しかったから、で、そういうのがちょっと心に刺さったから、ずっと残ってて、これずっと今手元に残してますね。すごい、多分、相当昔の本でも、今でも使える情報って結構載ってるんですよ。練習の計画の立て方っていうのはすごいいいなって思うんです。で、これがあって、プラス、これですね、バドミントン協会のオフィシャル本ってことで昔販売されたんですけど、こういう中にも練習の計画の立て方とかっていうのが入ってるんですよね。で、こういうのを参考にしつつ、練習の計画を作っていくのはなんかいいなって思いますよ。トレーナーさんに相談する前はこれで自分の年間計画をちょっと素人なりに作ってみたりしてたんですけど、やっぱその素人が作るからなかなかうまくいかないところもあって、で去年からパーソナルトレーニング行き出してトレーナーさんがついてくれて、でトレーナーさんがバドミントンの、うちでやってるプレイヤーなんですけど、自分がやりたいこととやりたい大会と目標とでスケジュールとでそんな打ち合わせていって、今は年間の計画作ってやってるっていう感じです。
これもこれで結構でも、それでもトレーナーさんつかないなりにも、なんか作れたりはする、一個の参考資料にはなると思うので、よかったら試してみてもらえたらし、多分YouTube の動画とかでも、なんか練習計画とかで検索したら多分いろいろ出てくると思うんで、そんなもよかったら参考にしてもらえたらいいのかなというふうに思ってます。はい。という感じで、質問に対しての答え、こんな感じでよかったのかな。もし、これ質問していただいた方、それだけでちょっと分かんないとかいうのがあれば、また個別に連絡してもらえたら、あとは個別にやり取りさせてもらいますので、ぜひぜひ連絡してください。お願いします。はい。ということで、なんだかんだ今日も語り尽くして40分、30分ぐらいかなとかって思ったら、ちょっと40分かかっちゃいましたね。いつもなんかそんなこんな感じで。最後です。今週の動画になります。最近動画の再生数が、今年の中ではだんだん上がり調子になってきだして、ここ2つぐらいは1000回再生以上回ってて、すごい皆さんのおかげでそういう再生回数の伸びもモチベーションになってます。ありがとうございます。はい、で先週の動画はグアムでの大会での決勝の模様をお伝えしました。グアムでの、多分実質ナンバー2のルイっていう34歳の中国出身。中国北京師範大学バドミントン部代表とかなんかそういうホームページ上には載ってます。なんかグアムのバドミントン体育館のオーナーをしている、プラス子供たちをバドミントンを教えながら、仕事にしてるっていうコーチです。彼の SNS 見たら、今日はニュージーランドに行ってるらしいです。ニュージーランドで子供の遠征でガムからニュージーランドに行って、ニュージーランドで子供たちの遠征をバドミントン一緒にやってるらしいです。で、そんな彼との決勝戦の模様をやったんですね、あれは。で、ここで優勝してナンバー2とは終わったんですけど、これちょっと調子に乗ってたんですよ。調子に乗って、グアムのナンバーワンと試合させてくれっていう話をしたんですよ。グアムのナンバーワンのプレイヤーは誰なんだと。俺はそいつと試合がしてみてみたいな話をしてみたら、じゃあどうぞどうぞみたいな感じでやっていって、で大会とは関係なくエキシビジョンマッチっていうことで、グアムのナンバーワンのプレイヤーと試合をしました。で、その模様をあさっての土曜日の、通常の配信でお伝えしていくっていう感じになります。ナンバーワンのプレイヤーは先週の動画の彼、ルイとはまたちょっとプレーが違って、彼は中国系の方、今回のナンバーワンのナンバーワンプレイヤーはフィリピン系の26歳、ハードヒッターっていう、なかなかのガタイもでかいし、きつかったですね。で、きつい中でやっていた試合がファイナルまでもつれたっていう、そんな試合でした。で、それを今週はお届けしていきます。で、試合時間もほぼほぼ同じぐらいだったので、今回もちょっと長い動画になりますが、これもやっぱ空気感を味わってもらいたいので、ちょっとカットなしで最後まで配信していこうと思っています。ルイの試合は、先週の動画ですね、先週の試合は、ルイが試合、ラリー終わったたんびの休憩時間が長すぎるから、あれ、なんか2ゲームなのに45分とかになってるんですよね。で、今回は、あさってお送りするのは、3ゲームあるけど、3ゲームの中で45分です。で、特に彼スマッシャーなんで、多分ラリーもそこまで多くなかったかなと思いますね。その中での試合の届けになります。はい、ぜひ見ていただけたら嬉しいので、よろしくお願いします。はい、ということで、今日は45分弱ぐらいですかね、ライブ配信になりました。今日も大体どんぐらいかな、10人前後、毎回10人前後ですけど、今回も大体同じぐらいですね、10人前後の方々にリアルで見ていただいてありがとうございました。はい、バドミントンの40代シニア、これからも頑張っていって、今回のスケジュールお見せした通り、全日本深夜まで突っ走っていきたいと思います。ぜひこれからもバドミントン、YouTube 通して自分を、ちょっと酔っ払ってあれだな、言葉が出てこなかった。
国広さん、師範、いい言葉ですね。師範、いい言葉です。いい言葉です。ありがとうございます。いや、国広さん、明日大丈夫なんですか、仕事。こんな遅くまで。無印大丈夫なんですかね。また動画楽しみにして、ありがとうございます。はい、また動画楽しみにしてください。なんか意外にこうコメントで、いつも楽しく拝見しておりますって、楽しくってどういう楽しくなんだろうとか、なんかちょっと不思議に思うところもある。バドミントン系で、なんかあまりこう笑いを取ってるような動画でもないし、ただこう、お伝えしてるだけって感じがするけど、なんかそれなりに楽しみ方があるんだなっていうのは思いました。で、今日もショートの動画とか、SNS だけのこう動画とかっていうのをこう出してたりするんですけど、それ見た地元の人が、動画面白かったですね。ただトレーニングしてるだけなんだけど、やっぱ面白く感じてもらえるんだなっていうのが意外なところだったりしました。もうちょっとそれは一旦置いといてですね。今日のちょっと締めに行きたいと思います。はい、ということで、これから全日本シニアに向けてまだまだ頑張っていきますので、ぜひコメント、こちらの通りですね、チャンネル登録、いいね、コメントしていただけたら本当に嬉しいし、励みになります。その分だけ自分も頑張る姿をお伝えしていって、お互いが頑張っていくバドミントンに対してのモチベーションを、ね、持って取り組んでいけるのかなと思ってますので、ぜひこれからもお互い頑張っていきましょう。はい、ということで、今日の配信は以上になります。今日もなかなか最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。また、来週お会いしましょう。そして、最後に乾杯しましょう。皆さんの今週のバドミントン、週末のバドミントン、大会がある方は自分も大会あります。大会あります。はい、いいプレーができるように祈願して、良い週末になるように、皆さん方、祈願しております。では、また来週お会いしましょう。ということで、お疲れ様でした。乾杯。ありがとうございました。さす